リターンが無限になることをどのように防げばよいでしょうか。この問題の解決のためには割引率という概念がぴったりと当てはまります。割引率っていうのはもともと経済学とかで存在する概念で、将来の価値を現在の価値に直すために用いる割合のことを指すんですね。例えばですけれども、今100万円もらえるっていうのと1年後に100万円もらえるっていうのでは、これは今もらえた方が嬉しいじゃないですか。今もらえる100万円と釣り合うのは1年後の110万円くらいでしょうかね。あるいはもっと多いでしょうかね。このように価値というのは遅延していると差し引かれていきます。この率を表したのが割引率というものですね。さて、この割引率を用いて、現在の、報酬と将来の報酬というのをちょっと調整していきましょう。それに合わせてリターンというのをこのように考えていきます。リターンというのは、報酬の総和なんですけれども、荷重総和ですね。つまり1ステップ進むごとにガンマっていうのが掛け算されていきます。10手先の報酬は、ガンマの10乗倍とします。このガンマというのは、1未満の値なので、徐々に将来の報酬が下がっていくという感じですね。この割引率を与えるとリターンというのはどういうふうに性質が変わってあるでしょうか。まず割引しない場合、つまり、仮にですけれども、ガンマを1とすると、そうするとこれは元の割引、元のリターンの定義になりますね。このガンマが0の場合はどうなるかというと、最初の1ステップ目で得られた報酬だけが、リターンとなり、それ以降の、2ステップ目以降の報酬というのは無視されます。即時報酬のみが、優先されると。それ以外の場合どうなるでしょうかね。その場合はガンマの値が小さいほど今目の前で得られた報酬を重視していって、将来得られる報酬を、価値を小さく見積もる。逆にガンマの値が大きいと目の前の報酬と将来の遅延報酬は同じくらいの価値があるという考え方になります。なのでこのガンマを使うことで、今の価値と将来の価値というのを調整することができるわけですね。ちなみにこの時のリターンの値というのはどうなるんでしょうか。Rmax という値を導入します。この Rmax というのが、RS の上階、マックス値、最大値としましょう。この時、Rmax の総和というのがこのリターンのアッパーバウンドになります。つまり、これは、この R の ST っていうのを Rmax に置換してあげると、上階になるので、この値になると。でこれは、等比数列ですね。このガンマに対する。で等比数列の和というのは、これはそうですね、数学を思い出してほしいんですが、こんな風に変換ができるということが、あるので、1- ガンマ分の Rmax というのでこのリターンというのは抑えることができます。この値って有限値ですよね。無限ではないです。なのでガンマを加えてあげるとこの値は有限になるんですよ。というわけで、この1より小さい割引率を加えたリターンっていうのは無限にはならないということが証明できました。というわけでまとめですね。割引率というのは報酬が遅延していれば遅延しているほどその価値が減る、割合が減るということを表した量になっています。この割引率をリターンの定義に導入することによって、リターンが無限になってしまう問題というのも同時に解決されます。というわけで今後この割引率を加えたリターンというのを、強化学習、そのマルコフ決定過程の目的として、考えていくことになるでしょう。そして次回はついにポリシーの報酬を定義していきます。